人と技術で建設業の未来を築く RF テクニカ。生きたデータでビジネスに生きたソリューションを、東芝テック。一人の商人、無数の使命、伊藤忠グループ。東レ株式会社滋賀事業場、大同特殊工株式会社、株式会社西日本シティ銀行、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、住友電機工業株式会社、 JP ロジスティクス株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ランテック、日本通運株式会社、 NX 商事株式会社、ご覧の企業様よりご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。サムライリーグ2026グループ C 第5試合となります。この試合は赤富士フイルムビジネスイノベーション株式会社対白住友電機工業株式会社の一戦をお送りします。この試合の実況を務めます田中さゆりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説していただくのはこちらのお二人です。それぞれ自己紹介をお願いします。はい、大同特殊工株式会社の松野です。よろしくお願いします。お願いします。はい、伊藤忠グループの土方と申します。よろしくお願いいたします。改めまして松野さん、土方さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと試合を見る前にですね、それぞれのお二人にちょっと質問したいんですけれども、はい、松野さんは監督として、はいはい、試合をする上で最も大切にしていることって何でしょうか。そうですね、試合を進めていく中で、やはり審判の先生がですね3名いらっしゃるんで、そこにどう自分の技をですね見せていくかというところでは、やはり位置取りですね、をしっかり、やはり中央で自分の技が見やすい位置取りをしっかり取りなさいというのは選手に伝えております。なるほど、ありがとうございます。土方さんは選手として、何を一番大切にされていますか。はい、そうですね、私はとにかく試合に入る前の準備が一番大事なのかなと考えておりまして、試合に入る前いろいろな準備あるかと思うんですけども、特に気持ちの部分でやっぱり焦ってしまったりとか、始まる前の緊張ってすごくあるかと思うんですけども、そこを自分なりにほぐして、試合に集中していくとこを一番大事にしております。土方さんは今キャプテンを務められてるんですよね。何かチームをまとめるにあたって心がけていることとかってありますか。そうですね、ちょっといろいろあるかなとは思うんですけども、やはり試合前にかける声かけだったりとかっていうところをどういうふうに選手それぞれそのチームの特色だったり各選手のですね特徴っていうのがあるかと思いますので、それぞれにかける言葉を少し変えてみたりというところを考えながらやっております。ありがとうございます。それではグループ C 第5試合先鋒戦が始まります。 DX ってもう当たり前だよね。普通の DX なら我々は社内の情報を横断的に分析する独自の AI で最適な DX を実現します。もはや AI 抜きに DX は語れない。もちろん万全なセキュリティ対策も。安心安全がなくては DX はおぼつかない。普通じゃないね。ビジネス DX が企業を変える AI で変える。君は？私富士フイルムビジネスイノベーションです。地球は鼓動する。動き続けるその営みのそばに、住友電工のつなぐ技術。体中を循環する血液のように、情報や再生可能エネルギーを地球の隅々まで巡らせる。世界を動かす最前線へ、技術がある。今日もつながる。住友電工。さあ試合が始まります。まずは先鋒戦、赤伊藤拓磨選手、白川口大輝選手。さあ先鋒戦が始まりました。赤の伊藤選手は身長が182センチ、一方白の川口選手は身長が168センチ。ちょっとだけ松野さん身長差がありますね。そうですね、身長差があるんで、
伊藤選手は出花面が得意で、川口選手は小手というところで、やはり身長が低い分ですね、やはり小手とかすごくうまいんだろうなという感じがしますね。なるほど。土方さんは先鋒の経験はありますか？先鋒の。はい、あります。普段はどこのポジションが多いですか？私はですね、もともとずっと先鋒をやらせていただいて、最近ちょっと年齢が上がってきたところで中堅とか後ろの方になったような形ですね。じゃあ勢いのあるタイプですね。はい、ガンガン行きたいです。ちなみに私も小中学校で先鋒でした。なんか松野さん、なんか先鋒、もう先鋒っぽい。そうですか、ありがとうございます。性格も優しいし、特攻大将でした。明るいし、控室でもずっと喋ってくださって、私はいつも和んでおります。ありがとうございます。おお、今の川口選手のこともいいところを打ちましたね。そうですね。しっかり自分の前に入って打たれてるんで、すごくいい前の取り方だと思います。やはり松野さん、やっぱり先鋒ってチームの流れが、そうですね、はい、すごく重要なポジションですね。そうですよね。私がやってたから言うわけじゃないですけど、でもこうですね、いいところですね。今面を取りましたね。ちょうど小手が得意なんで、そこをどう攻略するかというと、言おうとしたところにうまく上からですね、身長を生かして面を打たれたといったところですね。違う角度から見てみましょう。綺麗に当たっていますね。そうですね。はい。素晴らしい面でした。伊藤選手の面が決まりました。さあ2本目で入ります。同じような入りの面でしたね。はい。土方さん、また2本目の面も決まりました。はい、そうですね。やはり2本目始まってすぐというところで、取り返しに行きたいところをですね、入ってそこではなというような形で素晴らしい機会だったかと思います。はい。綺麗に当たってますね。そうですね。はい。先鋒戦は赤の伊藤選手の勝利となりました。次鋒戦です。赤、山本寛介選手。白、寺前俊介選手。さあ次鋒戦が始まりました。赤の山本選手は得意技が小手。一方白の寺前選手は得意技が面となっております。富士フイルムさんは先鋒時砲と長身の肩を揃えてきてるなと。山本選手も183センチということで、すごく大柄な選手ですね。山本選手は身長183センチ、一方寺前選手は171センチですね。さあ松野さん、この次鋒戦も大事ですよね。そうですね。富士フイルムさんは、どちらかというと先鋒戦取ってるんで、慎重に行くのかなと思ったんですけど、住友さんがうまくですね、こう面に打ち込んでいったと、すごく勢いのある面ですね。得意技をしっかり出していったといったところですかね。そうですね。はい。寺前選手の得意技が面。寺前選手の面が決まりました。土方選手の得意技は何でしょうか？そうですね、私も身長がある方なので、やはり面技を得意としておりますね。土方選手は身長が何センチあるんですか？私は182センチです。わあ、高いですね。松野さんの得意技は？私は小手です。小手、はい。なんですけど、取得率でいくと面の方が多いですね。なるほど。
面もコテもいける土方選手は、長身なんで背が低い相手の方と試合する場合はどういったところに注意してますかね。そうですね、やはり背の低い選手はすごく入りが速かったりするので、そこを入ってこられてしまうと長身の選手どうしても合わせにくいところがあるので、できるだけ先に準備して中に入ってこないように自分の長身を生かした技を出せるところから勝負するところを心がけてますね。さあもう1分切っています。残り30秒。寺前選手はやはり試合巧者なので、そこはしっかりですね、もうここはもうしっかり、一本守りきるような試合運びだと思いますね。寺前選手はもう守りたいですもんね。そうですね、なんとか、勝敗的にはタイに戻していきたいということですかね。ここでブザーが鳴りました。次鋒戦山本選手対寺前選手は寺前選手の一本勝ちとなりました。5勝戦です。赤鳥浜慎選手、白樋口健人選手。さあ5勝戦が始まりました。今のところ1対1で本数で今のところ富士フイルムさんが有利となっていますね。松野さん。はい、そうですね。やはりここで、住友さんはなんとか、一本負けてるんで、取り返したいと、1勝上げたいと、でリードを保っていきたいのかなと、出し合い展開になるんじゃないかなと。はい。さあ両者ともに得意技が小手となってますね。しっかり出していってますね、自分の得意技を。ここの5勝戦も大事ですよね。土方さん、ここは5勝戦も大事になってきますよね。そうですね、やはりここ今、取得本数としては1本差あるんですけども、勝者数としてはタイになっている形になっているので、どちらかが取る、あるいは、ビハインドにならないように、差を大きくつけられないように確実に引き分けで引き合いを運んでいくというようなところが序盤戦になってくるので、ポイントになってくるかと思います。はい。惜しいですね。今のは惜しかったですね。下と攻める、小手から小手胴にいって下と攻めていったんで、これでちょっと鳥浜選手もですね警戒してくるんじゃないかなと思いますね。はい。樋口選手の面ですね。はい。松野さんお願いします。はい。ここはもう相手が出ようとしたところを思い切りつかさずですね、出離れる面に行ったといったところですね。さっきの下攻めが効いてたのかなと思います。さあ違う角度で見てみましょう。面ですね。はい。素晴らしい面でした。土方さん、はい、この侍リーグって時間って見れるんですよね。そうですね、はい、大きく電子タイマーが見えているので、選手からは全部見えているような状態ですね。やはりやりやすいですか。やっぱ見てますか、試合中。私はあまり気にしたくないんですけども、やはり目には入ってきてしまいますね。さあ残り1分切りました。時間が見えてないとすごく長く感じるんですよね。ただこの見えてる分すごくリードしてる場合はすごく
やりやすいのかなと。やっぱ松野さんも監督する上でやっぱ見るんですか、そうですねタイム。あチラチラと見てます。チラチラとはいですし、やはり応援してる選手もですね、その辺は確認しながらですね、応援してるんで。なるほど、はい、ここでブザーが鳴りました。5勝戦、鳥浜選手対樋口選手は樋口選手の一本勝ちとなりました。中堅戦、赤野口亮太選手、白山田匠選手。さあ中堅戦が始まりました。今のところ D 対1で住友電工業さんが有利になりましたね、松野さん。そうですね、ここはもう山田選手はもう自分の剣道に徹するぐらいのですね、余裕を持ったですね、試合展開が出されるのかなと思いますね。野口選手はやはり、ちょっと焦ってしまうとそこを拾われてしまうので、野口選手としてもやはり一本確実に、ですね、得意技の引き面なり、逆動をですね、取りに行くと思われますね。監督の立場からその中堅っていうポジションは、はい、団体の真ん中じゃないですか、どういう。やはりリードされてても試合がゴロッと流れが変わってくる可能性がすごくあるんで、やはりですね、非常に重要なポジションかなと思います。土方選手も中堅はやったことはありますか。はい、やはり中堅となってくるとこの展開ですとどちらにするのかなというところですね。負けないようにするのかリードを守るのか、それとも山田選手相手きているところをですね確実に抑えて、試合の展開を有利に進めるようにするのか、そういうところをどういった展開をするのかというのが見どころになるかなと思っております。そうですね、野口選手は、剣道以外に興味があることが大量飲酒ということなんで、たくさんお酒を飲まれるということなんで、前日のお酒が残ってなかったらいいんじゃないですかね。ちなみに今私は日本酒の仕事をしているので、大量飲酒ですか。ちょっと日本酒も飲んでくれているのかな。さあ残り1分となりました。一方で山田選手、白の山田選手は剣道以外に興味があること、銭湯。男性の方って銭湯好きですよね、土方さん。好きですね。行きますね。試合の前1週間前ぐらいには必ず行くような形でちょっと体を整えようかなっていうので銭湯にはよく行きます。なるほど、もう松野さんも私も絶対大好きです。もう今目がもう訴えかけてましたもんね。俺も行くみたいな。ってことはサウナも好きなんですか。サウナも好きですね。土方さんはサウナ好きです。なるほど。さあ残り30秒切りました。さあ赤の野口選手が得意技が引き面逆動、一方白の山田選手が得意技が小手となっております。ここでブザーが鳴りました。中堅戦は引き分けとなりました。3勝戦です。赤丹治麟太郎選手、白岡本健吾選手。3勝戦が始まりました。今のところ2対1で住友電工業さんが有利となっております。さっきの岡本選手の初立ちの入りの小手なんかもすごくいい入り方だったんですけど、ちょっと若干、打突部を捉えてなかったのかなといったところですかね。さあ赤の丹治麟太郎選手は得意技が飛び込み面と小手、一方で白の岡本健吾選手も面となっていますね。
剣道以外に興味があることが買い物。一方岡本健吾選手は嫁との旅行。もう素晴らしいですね、松野さん。いいですね。私も妻と旅行、はい、よく行きますよ。お、はい。素晴らしいですね。最近は箱根にハマってます。お、いいですね。はい土方選手は。そうですね、私も妻と旅行って言ってみたいですね。私も今回にその夢に書けばよかったかなと思いました。ちなみに剣道以外に興味あることありますか？そうですね、私先ほどちょっとお話にも上がったサウナとかやっぱ銭湯行くのがすごい好きなので、うんはい、あとは犬ですね。犬犬が可愛いです。飼ってるんですか？飼ってます。何犬を？シーズです。可愛いですね。ちなみにお名前は？お豆です。お豆。可愛い。可愛いですね。何歳ですか4歳ですね。あ、4歳っていう声が可愛かったですね。ありがとうございます。さあ残り1分切りました。松野さん何かペット飼ってる？飼ってます。お、チワワを2匹飼ってます。じゃあぜひ、お名前は？イブとセロです。イブとペロ。はい可愛い。そうなんですよ。でも最近は孫と遊ぶのが一番楽しみです。素敵なおじいちゃん。はい剣道されてるんですか、お孫ちゃん？そうですね。まだ1歳なんですけど、このサムライリーグを見てすごく竹刀を振ってます。おお、いいですね。はい。将来多分この舞台にですねお立つと思いますので、実業団の侍リーグにぜひ楽しみですね。ぜひ田中さんに実況していただきたいですね。頑張ります。ありがとうございます。さあ今のところ2対1で住友電工業が有利となっております。ここでブザーが鳴りました。3勝戦も引き分けとなりました。副将戦、赤西口智成選手、白坂本慎也選手。おお、早速初立ちで赤の西口選手が胴を取りました。松野さん、すごく綺麗な逆胴ですね。見事に切ったというような切れ味だと思います。はい。わあ。綺麗ですね。そうですね。初立ちで逆胴。これは土方さん狙ってた可能性ありますね。そうですね、思い切ってもう相手が防御に来るところをですね、初立ちから狙っていこうっていうところで打ち切っているような形になりますね。お見事でした。これは審判はどうですね。はい。審判はどうです。ここでビデオ確認が入りました。はい、坂本選手の胴よりも先に西口選手の面が打突部位を捉えているのではないかという申告内容が入りました。さあ確認していきましょう。松野さんお願いします。そうですね、仕掛けてますし、しっかり打ち切った技を出してますね、西口選手。その後で、胴を打ったような感じに見えますね。違う角度から。あー。さあ、結果は。取り消されて、西口選手の面が入りました。よって西口選手の勝利となりました。さあ、大将戦です。赤吉本瑞希選手、白清水祐介選手。さあ松野さん、大将戦が始まりました。そうですね、清水選手はもうしっかり一本取りたいとこと思ったらいきなり取りましたね。はい、お願いします。ここはもうしっかり踏み込んで打ち切ってますね。素晴らしい面ですね。違う角度で。吉本選手は返し胴か何かを狙おうとしたとこをちょっと一瞬遅れたのかなといったところですね。さあ清水選手の面が入りました。
さあ土方さん、この流れどう見てますか？そうですね、やはりこの大将戦1本でも取れば住友電工さんのこの勝利ということで、この後はですねどういった展開にするのかというところ、まただ守りに入ってしまうとどうしても打たれてしまうことあるのかなと思いますので、うまく1本狙いながら、住電さんの方がですね戦っていくのかなというふうに思います。はい。松野さんもこの大将戦どのように見ていますか？そうですね、清水選手はなんとか守りたいところでしょうけど、吉本選手がですね、得意技がもろ手突き、面返しと引き面と多彩なので、そこをうまく取りに行くかといったところをですね、楽しみたいと思います。はい。一方白の清水選手は得意技が小手となっております。お互い大阪出身で、道場もですね春宮支流館というところで、一緒にやられてたのかなと思いますけど、素晴らしい、得意技の小手が出ましたね。はい、そのまま松野さんお願いします。はい、相手がちょうど手元を上がったところですね、で牽線が外れているので、そこをすかさずですね清水選手が小手に、打ち切ったかなといったところですね。違う角度からわあ、土方さん綺麗に入ってますね。そうですね、しっかりと捉えてますね。大将戦吉本選手対清水選手は清水選手の勝利となりました。ここで改めてスコアを振り返ってみましょう。さあ松野さんいかがだったでしょうか？そうですね、先方は富士フイルムさんが取ってですね、しかも日本勝ちというところで、すごくいい流れかなと思ったんですけど、住友さんがですね時報5勝と取り返したと、でそこですごくですね難しい副将戦で西口選手が見事2本取ってリードした形だったんですけど、清水選手がですね見事に2本勝ちと、素晴らしいですね試合内容だったと思います。ありがとうございます。土方さんいかがだったでしょうか？はい、そうですね、松野さんからのコメントもありましたが、やはりあとビデオ確認のところですね、副将戦のところでやはり、ひっくり返ったというところで、大きく流れ変わるのかなというふうに個人的には見ていたんですけども、最後やっぱ大将の清水選手の地力がある選手だったのかなというところで、素晴らしい面で最後もしっかりと手で締めるというところですごく見応えのある試合でしたね。ありがとうございます。それでは以上でこの試合は終了となります。解説のお二人はありがとうございました。ありがとうございました。より多くの方にご覧いただけるようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。